こんにちは。今回はですね、こちらのポリエステルヤン、リサイクルポリエステルヤン段染めを使って、ちょっと大きめの作品をこれ全部で作っていけたらなぁと思ってます。ちょっとどうしようかなと迷ってるんですけど、よいしょ。まずはね、こちらの RPG1 番の糸から編んでいこうかな。今回は7号針で編んでいこうと思います。まず鎖編みを8の倍数プラス1目で好みの長さになるまで鎖編みを編んでいきます。こんな感じで編み進めていきます。はい。結局ですね、161目鎖編みをしてきました。で、ここで、立ち上がり一つ鎖編みをしていただいたら、このですね、裏山のところに細編みを一目編み入れます。はい。そしたら鎖編みをまた一目編みます。そしたらですね、裏山3つ、1、2、3と飛ばしてもらって、4つ目のところに針を入れて、長編みを編み入れます。はい。そしたらまた鎖編み。で、また針に糸をかけて同じ目に長編み、また鎖編み、で、また同じ目に長編みを編み入れます。はい。で、また鎖編みを編み入れて、で、また1、2、3と目を飛ばして次の目に細編みを編み入れます。これが一つの模様になっていきます。8目一模様ですね。なので。で、鎖編み一つ編んだら、また1、2、3と目を飛ばして、4つ目の目。4つ目の目に針を入れて、長編みを編み入れたら、次は鎖編み。で、また針に糸をかけて、同じ目に長編み。で、また鎖編み。で、また同じ目に針を入れて、長編み。で、鎖編み。で、また3つ目を飛ばして、4つ目の目に細編み。はい。こんな感じでね、ずっと編んでいこうと思います。鎖編み、3つ飛ばして4つ目の目に針を入れて、長編み、鎖編み、
長編み、鎖編み、長編み、鎖編み。で、3つ目を飛ばして、4つ目の目に細編み。で、ずっと最後、端まで編んでいこうと思います。はい。最後まで編んできました。レッドミックス、せっかく段染めなのに、ちょっと色合いが淡い感じで、段染めって感じじゃないのかもなって思ったんですけど、このね、色の変わり具合がすごい編んだらね、可愛くて、やっぱり、これを考えた人はちゃんと可愛さを考えて作ってるんだなって、驚かされました。で、最後のところまで編んできたんですけど、最後の目、一番初めの目、最後。一番最後の目に細編みをするんですけど、この段階で止めてもらって、ここでね、糸を変えていきたいと思います。順番にね、編んでいこうと思います。次はね、RPG2 番のオリーブグリーンミックスをね、使っていこうと思います。よいしょ。で、ここでね、この1番の方はカットしておきます。ここで、次に編み始める糸で細編みの部分を引き抜きます。ちょっとね、キュッと引っ張っておきますね、2本とも。そしたら、ここから、ここからですね、1、2、3、鎖編み3つで立ち上がります。で、繰り返していただいて、で、ここで鎖編み1つ編み入れます。このね、3つの立ち上がり、長編み1つと思ってもらって、で、鎖編み1つ編んでもらって、で、細編みの目ですね。ここの細編みの目に、編みくるもうか、どうしようか迷ってますけど、細編みの目に針を入れてもらって、長編みをね、編み入れます。よいしょ。はい。で、鎖編み1つ。で、また1、2、3と目を飛ばしてもらって、ですね。1、2、3と目を飛ばしてもらって、4つ目の目。4つ目の目に針を入れて、細編み。はい。で、鎖編み1つ。で、また針に糸をかけて、前段で細編みの部分ですね。細編みの部分に針を入れて、目数で言うと3つ飛ばしますね。2、3。前段で細編みが入っている目ですね。に針を入れて、長編み。で、また鎖編み。と同じ目に針を入れて、長編み。鎖編み。と同じ目に針を入れて、長
で、また鎖編みを編みます。で、また目を3つ飛ばしてもらって、次の目。長編みの真ん中の目ですね。に、針を入れてもらって、細編み。はい。こんな感じでね、ずっと編み進めていきます。で、また端まで来たら色を変えてっていう感じにしていこうかなと思ってます。したら編んでいきます。はい。最後の端の目のとこまで来ました。で、ここで針に糸をかけてもらって、前段の細編みの目のところに針を入れて、長編み、で、鎖編み。で、長編みを、ここで止めておきます。未完成のまま止めておいて、次に変える糸で引き抜こうと思います。次、番号通り行こうかなって思うので、次はサバンナで、RPG3 番サバンナ、イエローミックスで今度編んでいきます。で、ここでサバンナの糸で引き抜きます。で、ここで鎖編み1目で立ち上がります。で、編み地をひっくり返していただいて、最後の長編みの目のところに針を入れて、細編み。で、鎖編みを編んで、針に糸をかけて、前段の細編みの目ですね。細編みの目のところに、針を入れて、長編み、で、鎖編み。で、また同じ目のところに、長編み、鎖編み。で、また同じ目に長編み。で、鎖編みをします。で、次に前段の長編みの中心部分、3つ目を開けた4つ目の目に針を入れて、ここに細編み。で、鎖編み。あとは同じですね。前段の細編みの目に針を入れて、長編み、鎖編み。で、また長編み、鎖編み。で、また長編み。で、鎖編み。で、前段の長編みの中心部分のところ、針を入れて、細編み。こんな感じでまたずっと編んでいきます。あとはもうね、糸を変えるだけで繰り返しなので、順番にね、糸を変えながら編み進めていこうかなと思います。そしたら編んでいきます。はい。かなり大きく編み上がりました。画面上に入らないので、大きさを測っておきました。だいたい編み始めのところが85センチだったんですけど、縦が107センチまで編めました。何段編んだか数えてみたんですけど、108段編んでました。で、端の糸処理なんですが、反対側も糸処理してしまってるんですけど、
隣り合わせに近いところを結んで、フリンジみたいな形にして残すことにしました。こんな感じで。反対側をやっていこうと思います。こっちが編み始めの方ですね。隣り合わせになる糸を少し引き締めてもらって、結びます。はい。これだけですね。これだけなんですけど、もう全部ね、よいしょ。これを全部ね、やっていきたいと思います。こんな感じで、ちょっとどうしてもこう、糸が緩んでいるので、少しだけ引き締めてもらって、この2本の糸をこんな感じで結んでいきます。あとここの長さはね、お好みの長さで切っていくんですけど、今回私はね、8センチぐらいでカットしていくことにしました。でこのぐらいで全部ね、後からこんな感じでカットして完成にしたいと思います。で、余った糸なんですけど、だいたいね、このぐらいそれぞれ余りましたね。順番に1、2、3、4、5、6番なんですけど、このね、4つはもう一段ぐらい編めそうなんですけど、これもね、多分ギリギリ編めたんじゃないかなと思うんですけど、6番目はちょっと少なかって、私の編み方とかにもよると思うんですけど、ちょっと6番が少なめだったので、もう一段編むのは断念しました。このぐらい余ってます。これらで何か作れたらいいですけど、またちょっと余り糸ボックスに入れておいて、他の糸が溜まってきた時に考えようかなと思います。可愛く出来上がりました。ちょっとお試しでフリンジをせっかく糸が余ってるんだからと思ってちょっと4本束にしたところなんですけど、でこっちの方がフリンジ感があって可愛いですね。こっちの2本束の方も好きなんですけど、ちょっと時間があるときにコツコツフリンジ4本束にしてもいいかなと思ってます。かわいい。色合いもね、こうレトロな感じで、すごく好みな感じにできたかなと思います。はい。皆さんもよろしかったら作ってみてください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。したら、また